はい、こんにちは。今回はですね、マーシャルの専用武装の情報を入手しました。やはり無課金中心に使われている戦車部隊ということだけあって、なかなかですね、対人戦とかで、ひいきされることはなかったんですけど、今回のマーシャルのスキルなかなか面白い感じになっていますので、一緒に内容を見ていこうと思います。今回のお話は、全マーシャルファン、戦車を愛する皆さんに聞いていただきたい内容です。マーシャルが専用武装を手に入れる時期はシーズン3の第1週目となっています。私のサーバーでもまだまだです。先行サーバーで一番最先端のサーバーがこの時期に突入しています。マーシャルといえばこの緑のコロコロとしたフォルムなんですけれども、これがどんな感じに変わっていくか、まず見た目を見てみましょう。まずは専用武装レベル1です。パラボラアンテナみたいなのが上についてですね、結構アンテナが目立つようになりましたね。これがレベル1のマーシャルの姿です。続いてレベル10です。アンテナがより大きくなりましたね。何かレーダーとか情報をキャッチするような攻撃用の武装ではないような感じがすごくしますね。続いてレベル20ですね。よりガチャガチャした感じが、強くなったのと、アンテナもなんか黄色い色がついてきた感じがね、かなり目立ちます。アンテナの方がでかいんじゃないか。そして最終形態これですね。しかも動く。もう、この見た目皆さんどう思います？私はですね、私は割と好みではあります。でも見方によってはちょっと虫みたいで気持ち悪いですけどね。さあ、それではスキルの内容を見ていきましょう。まずは専用武装レベル1で解放されるスキルです。集中火力となっています。敵陣営で自分と同じ位置にいるユニット一体を優先的に攻撃。それから弱点検出というのを1スタック付与するという効果になっています。おそらくなんですけれども、このスキルはマーシャルの位置と対応する場所にいる相手を狙い撃ちするスキルになります。この図の場合は、ちょうど鏡になる位置が対応する位置になるので、キンバリーを狙い撃ちするような感じですね。そして相手に付与する弱点検出に関してなんですが、こちら詳細なスキルの説明というのは見つけられませんでした。その代わり英語だけ、こういう風なスキル説明がついていて、おそらくこの内容から推察するに、攻撃を食らった相手のクリティカルを受ける確率と、それからダメージを上げる、そんなスキルなんじゃないかと思います。続いて、レベル10で解放されるスキルですね。こっちがかなり強いと私は見てます。画法全体、なので自陣ですね。ちょっと日本の翻訳おかしいですけれども、味方全体の攻撃力を上げ、ここまでは今までと同じですね。そして会心率を 10% 上げると、会心率アップの効果がついています。これかなり強いと思います。そして1回目のこのスキル、バトルスキルの戦術式ですね。それが発動した後、画法の攻撃が味方ね。味方側の一番攻撃力が高いキャラクターは、マーシャルがさっき狙ってた相手に優先的にこれ自動攻撃って書いてるんですけど、多分通常攻撃のことです。通常攻撃をしますよっていう風なスキルです。図にするとこんな感じですね。マーシャルが狙ってるこの同じ位置にいるキャラクターに、味方の一番攻撃力が高いキャラクター。この編成だとキンバリーも一緒に通常攻撃をし始めますよ。そんなスキルになってます。そしてレベル20で解放されるのは戦車専門家。戦車の味方の強化をしますよっていう風なスキルです。これは全専用武装英雄共通の効果ですね。そして専用武装レベル30で解放されるスキルが、さらにまた変わり種でして、バトルスキルが3回発動した2秒後、攻撃力が一番高いキャラクターのバトルスキルのクールタイムがリセットされて、攻撃力と会心率が 10% 増加。なので、さっきの図で言うと、キンバリーがもう一回バトルスキルを即座に発射しますよ。そんなイメージです。このスキルを使うには、マーシャルがスキルを3回使う必要があります。私、マーシャルのスキルレベルはマックスの30になってるんですけど、その状態だと 8.57 秒に一度スキルを打てます。そしてキンバリーは 9.09 秒に一度スキルを打つことができます。これはキンバリーに限らず、メイソンやスウィフト、テスラなどの、他のアタッカーたちのバトルスキルも、大体この 9.09 秒に一度打つようになってます。実際の映像でちょっとイメージしてみましょう。まず戦闘開始後、一番最初にマーシャルのスキルが発動するはずです。はい、動きましたね。みんなよりちょっと早く動いて、で、仲間がバトルスキルを打つ。そして2回目、マーシャルが動いて、仲間が攻撃。そして3回目ですね。マーシャルがまずスキルを、
動かして、攻撃力を上げ、で、ここで仲間が動いて、で、ここで通常だとキンバリーは7秒後にしかスキルを打てないはずなんですが、キンバリーだけもう一回動いてバトルスキルを発射する、そんなスキルになっているはずです。現状のスキルクールタイムから考えると、まず戦闘スタート、そして 8.57 秒後にマーシャルの1回目、9.09 秒後にキンバリーの1回目、17.14 秒後にマーシャル2回目、18.18 秒後にキンバリー2回目が発射されます。そして、3回目のスキルが 25.71 秒後にマーシャルが先に出て、で、この2秒後にスキルリセットがかかるので、その2秒の間に、キンバリーのスキルがちょうど入るような数値になっているので、キンバリーが3回目を打って、で、その後すぐにスキルリセットかかって 27.71 秒後に4回目が発射される。こんな周期になるはずです。まあ、面白いスキルではあるんですけど、武装30の解放なんて一部の超スーパーマンしかできないと思うので、まあ、どちらかというと私はいいなと思うのは、やはりこの一斉攻撃、一緒に特定のキャラクターを攻撃できるスキルの方が使い舞いがあるなと思ってます。戦車の大問題はですね、攻撃対象がばらけるというところがあります。キンバリーはランダムに16回からの攻撃、ステッドマンはランダムに3回の攻撃。で、持ってたメイソンなんかは、もうランダムもなんもなくて、自分が当てられるところに、1回のバトルスキルという風な感じになってるので、狙った相手を落としに行くっていうのが結構難しいんですよね。このゲームの戦闘において、相手のメイン火力を早く落とせるっていうのは非常に重要な項目です。例えば、相手のディーバが先に落ちるかどうか、相手のテスラやキンバリが先に落とせるかどうかっていうので、戦闘結果コロッと変わってくるので、今回のこのマーシャルのスキルによって、相手のアタッカーを早く落とす、そんなことが戦車でできるようになると思います。ただですね、相手のアタッカーを早く落としたいと思ってるのは、これは戦車に限ったことではないので、もしかしたらこのマーシャル、いろんなところに出張パーツとして出ていく可能性もあるなとちょっと感じてます。例えば今、先行サーバーの方で猛威を振るっているロケットランチャーなんですけど、例えばロケランだと装備の付け方にもよりますが、テスラとスイートだったらテスラの方が攻撃力が高いみたいなのも作れるんですよね。なので、ロケランのミラーマッチみたいになった時に、相手のテスラをさっさと落とすために、テスラとマーシャルを組ませて、テスラに集中攻撃を当てていくだったりとか、いろんな使い方が考えられるなっていう風に感じています。今までもそうでしたが、指名手配などで、より活躍できるようなキャラクターにもなったなと思います。ね、バトルスキル2回打てる、あれをこう手に入れた人なんかはもう相当指名手配、ダメージ伸びるでしょうね。いやー、というわけで、マーシャルの新専用武装の情報でありました。まだまだね、ちょっと使ってないのでどんなになるかわかんないですけれども、とにかくこのマーシャルに関してはちょっと楽しみすぎます。スカーレット UR の情報もまだ今控えてますので、ちなみにビジュアルだけは出てますね。こんな感じです。なので、ちょっと今後も戦車の動向に私はもうかなり期待しております。この動画が役に立って参考になったよという風に思った方、ぜひいいね、それからチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。皆さんこれ見て何思いいたしました？私は完全に不思議花です。以上です。